はい、宇治でございます。アーポーデッセイね、何気にこちらにもうちょっと大きいやつがありますけどね、このアーポーデッセイ、いろんなアーティストが、ガンガンに使った往年の名機でございますが、今回コルグがですね、このアーポーデッセイをこのアーポーデッセイとして蘇らせたと。これは嬉しいじゃないですか。もうね、私もギンギンに、使わせてもらってますけど、本当にご機嫌ですこれは。でね、ちょこっとこのアーポーデッセイ、こちらの本物の方を見てもらうとねわかると思うんですが、ね、これが本物です。本物っていうかこの昔オリジナルのバージョンね、オリジナルバージョン、これがこうなったわけですよ。アーポーデッセイ、同じアーポーデッセイとしてちょっと小さくなりました。ちょっとミニサイズの鍵盤になって、筐体もちょっと小さくなって、でこのコンパクトさがいいよね。アーポーデッセイはね、皆さんも知ってる通り、初期型、中期型、後期型とありましてですね、ここにあるのは、この後期型のブラックオレンジバージョンなんだけども、初期型がホワイトバージョンで、中期型がブラックバージョンで、今回このね、黒オレンジのバージョンが出てますけど、もちろん限定版として白バージョンと黒バージョンもあるんでね、そこが素晴らしいところですから。でも私はこのね、黒オレンジバージョンがやっぱりカラフルで好きだなと思いますけどね。いやー、よく作りましたね。これ完全にアナログですから、完全なるアナログシンセサイザーをこのサイズにしてもう作ってしまったというね、これはすごいわ、本当にすごいわ。で、聞いて分かる通り
もう本当に素晴らしいです。もうフィルターの効きもね。でしょ？本物はオリジナルはで見て分かる通りやっぱ古いんでねガリが出ちゃう。全く出ますねこっちは。当たり前だわな俺な。心なしかねローがこっちの方が出てるような気がするんだね。でパラメーター的に言うとですね、パラメーターっていうかこうつまみとかスライダーとかこうスイッチとかあるじゃない。でこれは全て、こちらにあるもの、オリジナルにあるものは全て再現されてます。そこが素晴らしい。あとね微妙に違うのがね、ここちょっとカメラさん言っていただけますか。ここ VCF なんですけども、 VCF のこのフレキュエンシーとレゾナンス、フィルターだね。フィルターがね実はタイプ1、2、3とあるんですよ。これ何かというとアープオデッセイの初期型、中期型、後期型のフィルターをちゃんと作ってるという。やっぱり効きがね微妙に違うんだよね。初期型だと、特にこのレゾナンスが上がった時でしょ、中期型、後期型、全然違うのよ。この聞き方をねちゃんとシミュレートしてるのが素晴らしい。さてアープオデッセイというものをねじっくりちょっと見ていきたいんだけど、アープですから、ねもう一つ有名なモーグってありますよね。でねやっぱりちょっとねこの思想的に違っていてしっかりと説明したいと思うんですけど、まず VCO がボルテージコントロールオシレーター1と2があります。で、ここでコントロールすると分かりますよね。このフレキュエンシーありますね。フレキュエンシー、2つありますね。コースとファイン、コースとファインで、下にはこういろんな変調があるんだけども、ここでノコギリ波とで区形波を選べるんだけど、どこで選ぶかというとですね、ここがね、はい、カメラさん下行ってもらいました。ここのオーディオミキサーのところのここにね VCO の1と2っていうのがあるんだけど、これ上げるとここですね。じゃあ1個だけにしようか。でここノコギリ波か区形波かこうやって選ぶの。さあミキサーのところで VCO をどっちを選ぶかってことなんでね。でちなみにこれ1だけ上がってますね。 VCO の1っていうことはこちらなんですけど、これもまた変わっててね、フレキュエンシーがコースとファインなんだけども、コース、普通、モーグに慣れてる人なんかはフィートっていうのがあってね、8フィート16フィート、1オクターブずつ変わっていくんだけど、これはね連続可変、ここに変わってきます。でそれに対して微調整のファイン、これね、なかなかチューニングするときに大変だと思うんで、注意してやってくださいね。もう一回ちょっと遅れちゃったね。しっかりだからチューニングメーターを用意して合わせた方がいいだろうね。で2つのオシレーターがあるっていうことで、ここもアープオデッセイならではの非常に重要な点なんだけど、2つオシレーターがあるので単音で弾いた時は2つのオシレーターが鳴りますが、2音で弾いた時オシレーターが2つに分かれます。すなわちデュオフォニック2音まで鳴るのよ。ここが大きな特徴。1音で弾いてる時は2つ使うんだけども、2音弾いた時には1と2が分かれる。これはね、アープオデッセイならではです。すごいです。でね、基本的にこういうデュオフォニックですけど、
私がオデッセイで非常に気に入ってるのがね、これトランスポーズスイッチ、真ん中でこの音でしょ。で上に上げるとね、1オクターブじゃなくて2オクターブ上がるんです。下に下げると2オクターブ下がるの。これ何が便利かっていうと、一瞬にしてベースの音域に行くわけで、一瞬にしてリード音域いけちゃうというね、ここがもう大きな特徴ですね。でもう一つ大きな特徴、オデッセイならではのこのご機嫌なやつがですね、ここなのよ。これね、これプロポーショナルピッチコントロールって出てますよね。これね、真ん中がねモジュレーション、今押してるんですよ。これ私押してますからね。で押す強さで変調具合が変わります。軽く押すと強く押すと、で同様にこれシャープとフラットがついてますね。シャープを押すとピッチベンドです。強く押すと1オクターブ以上変わります。下に下げるとフラットだとね、これはもう本物も、オリジナルもついてますから。オリジナルよりもね可変幅が大きいです。コルグのアポデッセイの方がよくできてますね。ちなみにこれもアポデッセイの大きな特徴、オシレーターの2にはシンクがついてます。シンク、これ例えばオシレーターがちょっとずれててもシンクをオンにすると、こちらのオシレーター1のピッチに強制的に合わせます。オフだとだからちょっとオシレーターと1と2をディチューンっぽくして、こういうふうにしててもこうオンにすると2つのオシレーターがビッタシあってこうずぶとい感じのね音になりますね。あと有名な、シンクサウンド、このねフレキュエンシーモジュレーション、 FM ってのはフレキュエンシーモジュレーションね。これも機能的に出てるの。ここフレキュエンシーモジュレーションのここ今 ADSR で使うというふうになってるんだけど、これ上げると今すなわち ADSR ってここですね、カメラのね。今ディケイタイムでこうなってます。ちょっと上げるとすなわちオシレーター2だけ、ピッチがこうねエンベロープジェネレーターによって ADSR のディケイによってグーンとこう下がってますね。これでシンクをオンにするとこのフィルター、これでシンクをオンにするとオシレーターのピッチが絶妙な倍音の変化と変わるやつね。これこれが有名なオデッセイのシンクサウンドですね。これはもう抜群にいいです。いやね、ほんと惚れ込みますね、このサウンドはね。本当にすごいです。で、これはパルスウィディスのこのねコントロールとかもあるし、LFO はここにありますね。LFO の速さはここで変わりますね。いいね、いい音
してますね、ほんとね。あとね、もう一個、このアープオデッセイ、コルグが作ったアープオデッセイのもう一個の特徴として、ここにね、オリジナルにはなかったドライブオンオフっていうのがあるんだよ。これ入れるとね、もっとこうパワー感が出る音になりますね。オフでこうオン。これはたまらんね。これはね、いい音してますね。というドライブモードがあったりとかで、本物にはありませんが、本物はここ電源の電気ここにありますけど、こちらはこちらにありますね。あとで大きく違う点は何だって、カメラさん見てください。裏パネル、ここはね全く一緒なのよ。でこの CV のインアウト、ゲートのインアウト、トリガーのインアウトももちろんこれついててアナログですからね。で、アウトプットもローとハイのこれキャノンの端子がついてたりとか、エクスターナル、その外部の音源をこうフィルターかけたりとかもできますね。フットスイッチでしょ、ペダルでしょ。で大きく違うのは皆さんここですね。MIDI イン、そして USB がついてる。これだよこれ。MIDI インではもう MIDI 受け取りますね。 USB では MIDI の送受信までやりますから、これはもうだからここでこの鍵盤 USB をつなげばこの鍵盤で他を聴けるし、逆にミニ鍵じゃ弾きづらいっていう人はMIDI キーボードを用意すれば MIDI インからもこっちを弾けるという。いやいやいや素晴らしいじゃないですか。アープオデッセイ、ご機嫌ですね。さてこのねコルグのアープオデッセイ、このねケースに入って提供されます。このケースがよくできてる、もうビッタンコ入ってもうアタッチメントも入れててよくできてる。これちゃんとアープのこのシステムついてるからね。これは欲しくなっちゃいますね。まさしくね、これバッチリですね。ということでこのアープオデッセイね、もう本物をまさしく超えたんじゃないかな。もう素晴らしいです。しかもリーズナブルな価格で出てしまう。もうすごい。コルグよくやったね。アープオデッセイでした。